楽したい。楽したいですよね。1日24時間のうち数時間寝てるって考えると、自由に使える時間って結構限られてるんですよね。楽したいですよね。日々自分たちがやらないといけない作業を効率化することによって楽できる。つまり労力を減らして時間短縮することができます。これが最近よく言われてる AI ってやつですよね。なんか最近チャット GPT って聞く機会がすごく増えてきましたよね。どうですか？活用してますか？名前は聞いたことあるんだけれども、いまいち使い方がわからんっていう人がまだまだほとんどなんじゃないかなと思います。今日はこのいまいちわからないチャット GPT を簡単に使えるようにしてみたいと思います。皆さんが使っている Google Chrome、パソコンで Google Chrome 使ってないっていう人はほとんどいないんじゃないかなと思いますので、今日はこの Google Chrome の拡張機能ですね。Chrome にチャット GPT の機能を持たせてあげたりとかすることによってかなりね、使いやすくなるということで、今回はめちゃ便利な拡張機能いくつかね、紹介したいと思うんですけれども、紹介する拡張機能は全部下に URL 貼りますので、そこからジャンプしてゲットしてくれても OK です。今回紹介する拡張機能めちゃくちゃ便利なやつが多いので、これを使って人生のさらなる効率化を目指しましょう。楽しちゃいましょう。まず、チャット GPT を使ったことがないっていう人は、チャット GPT のページアクセスしてアカウントを作らないといけません。アカウントの作り方はいろいろありますが、一番シンプルなので言うと、メールアドレスから登録してあげればいいかなと思います。チャット GPT は簡単に言うと、何でもね、聞きたいこととかやってほしいことをここのスペースに入力することで、なんか頑張ってくれます。そういう便利なツール。本来であればこのチャット GPT のページに飛んでそこに入力して使うんですが、初めに紹介する拡張機能はこちら、チャット GPT for Google。この拡張機能を使えば普通にググっただけで常に動いてくれます。チャット GPT for Google とググっても出てきますし、下にリンクも貼っておきますので、どうぞそのまま Chrome に追加してインストール完了します。注意点は、この機能はチャット GPT を開いている状態でないと、ログインしながらじゃないと使えません。普段何かググったりすると、この拡張機能が勝手に Chrome 上で動いてくれて、勝手にまとめてくれます。これはチャット GPT からお願いしたのと同じ状況なので、チャット GPT に命令した履歴が残ってしまうので、どんどんこれが Google ごとに蓄積されてしまうのがデメリット。なので、普段は設定から自動で動かないように、トリガーをオフにしておいてください。そうすると動いてほしい時だけクリックで動かすことができます。もともと Web 検索機能はチャット GPT の有料の 4.0 バージョンでしか公開されてないから、全てのこのツールの機能を開放するには有料課金が必要です。次に紹介するのは Web チャット GPT。これはチャット GPT のプロンプトに検索エンジンの結果を組み込むことができる拡張機能になっております。今有料課金のバージョンじゃないと Web から検索して新しい情報を取ってくるっていうことをチャット GPT はしてくれないんですけれども、こいつを入れることによって Web 検索してくれます。そして、Wiki みたいな感じで説明の中にリンクを貼ってくれたりとか、あと最後にはどのサイトを参考にしましたとか代表的なものを紹介してくれます。ただし、現時点では Web チャット GPT が使用している検索エンジンは DuckDuckGo で Google 検索ではないことに注意です。現在ではチャット GPT-4 がリリースされて、間違えたね、回答が大幅に改善されているんですけども、それでも Web の情報をね、結果に組み込みたいっていう人にはかなり便利なツールだと思います。ピザの焼き方とかも聞いてみましょうか。こんな感じでおすすめページとかも出てきますよね。しかしこいつ大きな欠点があります。先ほど紹介したチャット GPT for Google にちょっと被る機能があって、普通に検索するとまとめてくれるみたいな機能がこいつも動いちゃうので、両方とも入ってると邪魔になります。機能被ってますからね。で、この Web アクセス、簡単にオフにすることができるんですけれども、オフにした状態でもまた広告ついてくるので、この広告が消えない。拡張機能そのものをオフにしてあげればいいんですけど、オフにしたらもう一回使うときはオンにしないといけないからめんどくさいですよね。そもそも拡張機能ってなんか便利だからめんどくささをなくすために使うものなので、なんか矛盾してるような感じもします。しかし良かったのは、検索画面上でオフにしても、チャット GPT の画面でオフにならないことですね。すぐ下にだいたい同じぐらいのサイズの広告がついてくるだけなんで、そこまで邪魔にならないかなと思います。拡張機能はそれぞれチャット GPT のページの方に追加されていく機能と、同時にこの Web 検索画面の方に横に出しちゃう機能があるから、いっぱい入れていくと増えていてややこしくなっちゃいますね。はじめに紹介したチャット GPT for Google の方は検索のとこにもオンにした状態で、この Web チャット GPT の方はもうチャット GPT の画面だけで使おうと思って検索のところの横に
には表示させないようにしてます。こいつをオフにしておいて、いっちゃんはじめのチャット GPT for Google だけをオンにしておくと、こんな感じで広告もなくなってスッキリします。こいつの広告は1日中消せるからね。しかしこれはチャット GPT の画面を検索画面の右に出してるだけ。無料のチャット GPT は数年前までの情報しかないので、インテル第14世代の情報とかがなくて、間違って12世代とか出してますよね。しかしこの拡張機能には Google の Bard にも対応しており、Bard は検索機能がありますので、Bard を使うのがおすすめです。バードに設定してあげることによって14世代の情報も出してくれました。しかもバードとチャット GPT をこういう風に使い分けすれば、バードの方に今度はどんどん履歴が増えていくので、チャット GPT は綺麗な状態。普段チャット GPT を使っていて履歴も増えずに、なおかつ検索機能をバードによって使えるということで、この組み合わせ最強じゃないですか。今までチャット GPT とバードの使い分けちょっと困ってたんですけど、初めて解決方法ができました。でもこの拡張機能、レスポンスがめちゃくちゃ遅くなるのがすごいデメリットです。なんかパッと出してほしいんだけども、いちいち検索しまくってくれるので、検索結果を待たなければいけない状態になってしまいます。なので普段はオフにするようにしてますね。さて次は YouTube を簡単にまとめてくれる、そんな拡張機能です。YouTube ダイジェスト。YouTube って普通にコンテンツを楽しむだけみたいなね、エンタメ的なものもあるんですけども、なんかハウツー動画ってあるじゃないですか。こういうことをどうやったらできるんだろうとか、なんかピザの焼き方とか、そういう時に YouTube もね、一つの検索ツールになってるとは思うんですけども、なんか動画で見た方が分かりやすかったりするじゃないですか。そういう時にたくさん動画があって、なんか情報収集がすごく時間かかるから2倍速で見たりとかする人も多いと思います。それよりももしかしたら効率が良くなるんじゃないかっていうのがこの機能。YouTube のその動画の内容を文字でまとめて起こしてくれます。しかも文字起こしした後に横にタイムスタンプがあるから、気になった部分をそのタイムスタンプからジャンプして動画を再生することができます。倍速で再生する前に文章で軽くチェックしてあげたら効率よくなりそうですよね。どの動画が一番いいのかわからないから、特にハウツー系の動画はこのツールでいくつかの似たような動画をまとめてね、文字で見てみて一番情報に信用性がありそうなものを視聴したら効率いいんじゃないかなと思いました。次に紹介するのはすごくシンプル、チャット GPT に音声入力機能を与えてあります。Voice Control for Chat GPT。入力だけじゃなくて読み上げの機能もあって、これはほとんどの人にとってはいらないんでオフでいいかなと思います。プロンプトは何回も入力すると長い文章になってめんどくさいので、音声入力できるとすごく便利ですよね。次はチャット GPT ライター。これも便利ですよ。文章を代わりに制作してくれるツールなんですけども、特に E メールの返信とかには立てていて、受け取った E メールを選択してその返信を作ってくれます。使い方は返信する対象の文章を選択してコントロールを押したら出るやつをクリックしてください。そして返信を作ってください。そしたら結構長めの文章で返信してくれるんですごいですよ。結構いい感じで作ってくれます。メールでやり取りするのって多分ビジネスとかだと思うんですけども、フォーマルな場面でも結構頑張ってくれるんですけども、これでとりあえず返信の基本的なものを作ってもらって、最後は自分たちの目で確認して修正するっていうやり方をすると、ほとんどチャット GPT 使ったってバレないぐらいのクオリティになりますので、めちゃくちゃ効率いいんじゃないかなと思います。なんと最後の方に質問返しして、要は会話が弾むんですよね。思ったんです。これキャバ嬢に良くないって思ったんですよ。なんか僕キャバクラとか行かないんですけど、LINE とかお客さんでなんかやり取りやらないといけないみたいな聞いたことがあるんですけども、多分めんどくさいと思うんですよね。なんか、長文とか送られてくると。その時にはぜひこのツール使ってください。なんか本当に会話が弾むような回答をするので、なんかこれを返信に使ったらいいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ便利そうですよね。キャバ嬢だけじゃなくて、なんかいろんなシーンでね、もしかしたらこれ活用できるかもしれないので、こういった場面ですごくいいですよみたいなのがあれば教えてください。この機能便利だなと思ったんで、今回はテストも兼ねて、クソコメの返信にも便利じゃないかなと思いました。なので今回の動画の下にぜひクソコメを募集してますので入れてください。今回この動画のコメ欄に入ったクソコメは全部この機能で返信します。ということで今日紹介する Google Chrome の拡張機能は以上です。どうですか？便利ですよね。単にチャット GPT にアクセスしてそこから打ち込むだけではいろいろなんか使い方が分かりにくかったところでも検索して勝手に出してくれたりとか、こんな感じで返信を簡単に作ってくれたりとかすることによって
なんかすごく自分が意識しない中でもどんどんでチャット GPT、AI が活用してくれるっていうのが本当に便利だなと思いました。でチャット GPT に直接プラグインをね、ぶち込むみたいなのもあるんですけど、現在ではそれは、有料でしかできなかったと思うので、ほとんどの人がチャット GPT 無料で使ってると思うから、この普段使ってるね、Chrome の拡張機能に追加してあげることによって、もっとね、便利なものにしてあげればいいんじゃないかなと思います。AI を使うことで、楽をしたいですが、楽をするっていうのは、怠けるっていうことでもないですからね。時間効率を良くして、その空いた時間でなんか新しいことをしたいですよね。以上、今日はチャット GPT の拡張機能を紹介しました。その他にも拡張機能なんかいっぱいあるから、もしおすすめのものがあれば教えてほしいなと思います。ただこういうのって安全性が結構重要で、一つ他のね、有名なやつを入れてみたんですけども、うまくいきませんでした。なんかメモリーすごくバカ食いになって動かなくなっちゃったんで、それを紹介するのはやめたんですけども、もしかしたら自分の環境では合わなかっただけかもしれないですけどね。拡張機能によってはあまりうまくいかないものもありますので注意して、なんかウェブとかで紹介されているやつもいろんなところで紹介されているぐらい有名なやつだったらいいと思うんですけども、何でもかんでもね微妙なやつとか、あんまダウンロード数がね少ないやつとかは入れない方がいいんじゃないかなと思います。 AI の進化ってすごくて、いろんな分野では僕たち人間ってもう勝てない領域まで来てますよね。さらに数年後は聞いたところによると AI から見ると僕らは金魚ぐらいの脳みそしかないらしいです。すごいけどちょっと悲しいよね。人間が AI にとって変わられる、そういう世界がもうすぐ来るのかもしれません。 AI がどんどん進化していく中で本当に AI が広まったなっていうのは、今 AI 使ってるっていう実感がなくなるとき、なんか普通に便利になったなって思ってたら実はそれ AI だったみたいなね。例えば Pixel 8とかもカメラ撮影してるときってなんか AI で使ってるみたいな感じしないじゃないですか。でも AI だったりとか、日常生活でちょっと気づいたら AI が頑張ってくれてたみたいなね、そういう世界が本当に AI が広まった世界なのかなと思います。ということで、もうすぐ僕たち金魚になるらしいから、金魚でもめちゃくちゃすごいツールを持ってれば、なんかめっちゃすごいやつにも対抗できるかもしれないよ。